皆さん、こんにちは。浩平です。よろしくお願いします。今日は、ゆっくり話します。何についてかというと、2024年の振り返りと、2025年の目標ですね。についてゆっくり話そうと思います。ポッドキャストみたいな感じでゆっくり聞いてもらえたらいいのかなと思うので、よろしくお願いします。あんまり大きく編集もせず、そのまま字幕だけを YouTube の機能でつけて出そうと思っています。YouTube の字幕機能で日本語、英語、インドネシア語出せるので、ぜひ字幕を見ながらこの動画を楽しんでもらえたらいいかなと思います。よろしくお願いします。いつもの動画は結構早口でこう集中して画面を見ながら話しているんですけど、今日はね、年末年始の動画ということで、ちょっとゆっくりお話ができたらいいなと思います。動画も長くなると思うので、勉強しながらとか、歯を磨きながらとか、何かをしながら、見ていただけたらいいかなと思います。皆さんのね、日本語を聞く練習になればいいなと思っていますので、よろしくお願いします。まず、このチャンネルについてなんですけれども、2019年ぐらいから始めましたね。もう5年ぐらい前ですかね。インドネシアに行くことが決まった時にチャンネルを作りました。最初は日本語教師を目指している日本人に向けて動画を作っていたんですよね。インドネシアってどういうところなのかとか、日本語パートナーズって何をしているのかっていうことを中心に話してました。なんですけど、インドネシアでの経験を経て、いろんな人が見られる勉強のチャンネルが作りたいなと。もっといろんな人に日本からでも、どこからでも日本語を教えることができたら嬉しいなと思って、日本語について、漢字とか文法とかいろいろなことについて教えるチャンネルに変えました。それから、5年経った、今も、少しずつ続けているわけなんですけども、今、チャンネル登録者数が4660人ですね。いやー、すごいですよね。なかなか4000人に日本語を教えるっていうのは、実際にはできないことだと思うので、なんか、少し考えると、ものすごい人に登録してもらえてるなっていうふうに思っています。で、この1年でどうだったかですよね。2024年、もうずっと最初からインドネシアにいて、日本語を教えるものを作っていたので、ちょっとスマホを見ながらね、振り返っていけたらいいなと思います。まずこのチャンネル登録者数なんですけど、どれぐらい増えたんだろう。2024年の、今日から遡って、今日から戻って365日なので、去年の1月12日から遡ったものなんですが、2526人登録者が増えたということですね。なので、すごいね。2024年の1月はまだ2000人ぐらいだったっていうことかな。この1年365日で2500人。倍に増えましたね。倍以上か。もっと増えましたね。本当に皆さんありがとうございます。なかなか、たくさんのね、動画を出すことができずに、今回の動画もすごく久しぶりの動画になっているのかなと思うんですけど、2526人、ものすごく、嬉しい気持ちです。もうこの1ヶ月とかでもね、1ヶ月に200人、300人ぐらい登録してくれていて、本当にいろんな人が日本語を勉強したいと思っているんだなと思って、もっと頑張ろうと思えています。はい。私自身の目標、このチャンネルの目標としては、世界中の日本語を勉強している人、おおよそね、400万人弱ぐらいいると言われてるんですけれども、その人たちみんなが、このチャンネルを登録して、このチャンネルに来て動画を見て日本語を勉強する。日本語が上手な人はどんどんいろんな文化を勉強していって、日本語をこれから勉強したいという人も、基礎のところからずっと勉強ができる。そういったチャンネルができたらいいなと思って、これからも活動していこうかなと思っています。2024年のチャンネルの振り返りとしては、そんな感じですかね。2500人も登録者が増えて、すごく嬉しい気持ちで、身が引き締まる思いっていうやつですね。ちょっと難しい言葉なんですけど、
身が引き締まるというのはギュッとこう姿勢を正して、これから頑張ろうっていう気持ちですっていうのを伝えることができる言葉です。本当に身が引き締まる思いでこれからも頑張っていこうと思います。で、2025年ですね。2025年は、もっと頑張りたいですよね。このチャンネルは私一人で今やっているんですけど、本当はもっといろんな仲間を入れてね、いろんなことを教えていきたいなと思っています。そのためにも、チャンネルがもっと大きくなって、1万人、2万人、10万人ぐらいまで増えていって、収益をいただくことができれば、いろんな活動ができるようにもなると思うので、そこを目指して、まずは頑張っていこうと思っています。2024年で2500人増えたので、2025年は倍の5000人を増やして、ぜひチャンネル登録1万人を目指したいなと思っています。動画の再生回数の方もどんどん増やしていって、いろんな人がここを見て、勉強している人同士がコミュニケーションを取れるような場所を作れたらいいなとも思っています。2025年の目標は、5000人増やして、チャンネル登録者数1万人を目指していこうと思います。それが目標ということでよろしくお願いします。はい。これがざっくり YouTube の目標ですね。であとコンテンツもですね。コンテンツに関しても、2024年は結構いろんな挑戦をしました。一つの文章についていろんな説明をしていくものであったり、あとポッドキャストですね。あと最近は自己紹介シリーズというので、これから日本語勉強したいとか、面接を受けたい、日本に行って、新しい会社で自己紹介をするっていう人向けの、簡単な、それでいて便利なフレーズを紹介する動画も作っています。そういった形で、もっと実用的だったり、基礎のことだったりでも、JLPT とかにとらわれずに、日本でよく使われているフレーズだったりとか、日本人がよく使う文法の意味ってどういうのっていうのを話していきたいんですよね。教科書でなかなか勉強できない。私もインドネシアに来ていろんな教科書見てますけど、やっぱり一つの教科書で全部が完璧に説明されているものってないんですよね。私はまだ出会っていないので、ゆっくり時間をかけてでもいいから、皆さんが教科書からでは、得ることができない知識とか文法の意味みたいなものを、話すことができたら、いいんじゃないかなと思っています。これからも、2024年ね、そういったものを作っていけたので、2025年はそれをもっと大きく、それをもっと多く、皆さんに届けることができればいいかなと思っています。なので、今のところ、大きな変更点はなく、このまま続けていけたらいいかなというふうに思っています。YouTube 以外にもいろんなことをしています。仕事もしてるし、もう一つパトレオンというところでね、日本語も教えています。パトレオンの話なかなか YouTube でしていないので、これを機にしていこうかなと思っています。パトレオンというのは、1ヶ月1000円だったり1500円だったりっていうのを払ってもらって、私からのコンテンツだったり、会話のクラスとか、ライブの動画みたいなものを提供する。1ヶ月お金を払って、その間私からのコンテンツでみんなで一緒に日本語が勉強できるっていうようなサイトですね。そこで私は今、スタンダードコースとプレミアムコースっていうものを作っていて、スタンダードコースではこういった動画のスクリプトを一緒に載せていたりとか、時々文法の説明、N3 とか N4 とかの文法の説明を文章で皆さんに送ったりしています。あと、Discord のコミュニティがあるので、Discord に入ってもらえたら、学習者同士でつながることができるんですよね。私とあなたではなくて、私たちで一緒に勉強しようよと。日本語を勉強している人たちも、日本語の先生だけだったら面白くないと思うんですよね。日本に住んでいて、いろんなところに住んでいる学習者と友達になれたら、例えば旅行に行った時に、その人に会って一緒に旅行ができたりとか、いつか5年後、10年後にまたどこかで再会できたりすると、すごくいい経験になると思うんですよね。そういう日本語の勉強を通して、いろんな人と人とのつながりを作ることができたら、すごく素敵なコミュニティ、素敵な社会ができるんじゃないかなと思って、Discord もやっています。あと、プレミアムコースに関しては、会話クラスに参加することができます。毎週日曜日の
夜8時、日本時間の8時ですね。インドネシアは6時です。から1時間ズームを使ってみんなで会話をしています。今これ10ヶ月ぐらいやったかな。メンバーも今4人か5人ぐらいいますね。週によって忙しさがみんな違うので、例えば仕事があったら参加できませんとかもあるんですけど、参加できるときにみんなが集まって、今週何したとか、今度何するのとか。じゃあ、時々言葉について私から教えることがあったり、みんなのアイデアを出してもらって、あ、それいいねっていう話をしたりとか。本当に日常会話に近い練習を毎週日曜日にしています。これはね、ちょっと私が今月曜日から金曜日、このインドネシアでの仕事があるので、なかなかできていませんが、本当は月曜日から日曜日までね、結構いろんな時間でやっていきたいなと思っているものです。これからどんどん増やしていって、私だけじゃなくて、いろんな日本人の先生とかが協力してくれて、いろんなクラス、じゃあ文化についてのものとか、日本語について、文化だけじゃなくて、日本語の文法とか言葉についてとか、ただただ会話しましょうとか、歌について語ろうと、アニメについて語ろうみたいな、いろんなコンテンツを持った、ライブセッションみたいなものができたら、それも楽しいんじゃないかなと思っています。どちらにせよ私は教科書では学ぶことができない、リアルタイムの日本語、日本の文化を学んだりとか、今日本語を勉強している人たちと友達になって、みんなで一緒に日本を楽しんでいこうっていうものを作りたいと思っているので、これからもそういったものをどんどん大きくできたらいいなと思っています。2024年に、2024年だね、始めたのは。2024年の3月からこの会話クラスは始めたんですよ。まだ1年経ってないんですけど、次の3月で1年経ちます。2年目はね、もっと大きくして、いろんな人に協力してもらいながら、もっとみんなで楽しく勉強ができる、そんなコミュニティにできたらいいなと思っています。このパトレオンのコミュニティは、しっかりとした目標があります。まず、2025年の1年は、スタンダードコースで100人。プレミアムコースで、まず10人。会話クラスで10人ですね。スタンダードコースが5ドル、750円ぐらい。で、プレミアムコースが10ドル、1500円ぐらいかな。なんですね。まあ、なかなかお金を払うっていうことに慣れていなかったり抵抗がある人もいると思うので、少しずつ、楽しさとか良さとかを知ってもらえたら増えていくのかなと思っていますが、まずは、その100人、10人っていうのを目標にして2025年、コンテンツ作り、みんなとのコミュニケーションを楽しんでいけたらいいなと思っています。もしね、その、100人とか、プレミアムコース10人とかができたら、もっと、いろいろなことにお金を使うことができるんですよね。もっといろんな時間を作ることができると思うし、もう本当に他の先生を招待して、みんなにいろんなことを教えられる。で、いろんなところから生徒を集めて、いろんな国の人たちと交流ができる。そういったコミュニティができると思っています。なかなかね、実現することは難しいのかもしれないんですけれども、インスタグラムの方でも、9700人ぐらい今フォロワーがいて、日本語を勉強したい、日本語を勉強しているっていう人が本当にたくさんいるんですね。でその人たちにこの YouTube とかパトレオンを通して、私という、一人の日本人を通して、日本語の勉強をもっと、楽しくすることができたら、もう、そんなにいい人生はないなっていうふうに思っています。それが、私の生きがいになっていると思うので、皆さんにもご協力いただきながら、どんどん大きくできたら、すごく嬉しいなと思います。こんな感じですね。パトレオンの話は、こんな感じでございます。でこれが今皆さんと一緒に勉強しているコンテンツ作りに関してです。あと一つ、生活、仕事に関してですね。インドネシア生活が2年経とうとしています。次の5月で2年経ちますね。今1年7ヶ月ぐらい、インドネシアに住んで、この部屋に住んで、スラバヤに住んでいます。スラバヤに住んでいる時間で言うと、合計で2年ちょっとですね、日本語パートナーズとして5年前に半年住んでいたので、もう2年以上ここに
住んでいるので、もう本当になんかね、街並みも慣れたものですし、インドネシア語もね、少しずつできるようになってきているのかなと思っています。実は今インドネシア語と英語を勉強していて、英語はね、これから30歳、40歳になっていくにつれて、どんどん使う機会も増えていくと思うので、いろんな人と僕自身もコミュニケーションを取るために英語の勉強をしています。でインドネシア語の勉強も、しています。今1週間に1回、日本語をね、YouTube でも教えている先生にお願いをして、日本語の話もしながらインドネシア語について、教えてもらっています。で、来年もおそらくインドネシアにいるだろうと思います。3年目ですね。まさか3年も住むことになるとは思ってもいなかったこのインドネシア生活なんですけれども、もう本当に縁だなと思います。いろんな人とのつながりを通じて、このインドネシアに来ることになったんだなと。で、今、仕事をしている会社でいろんな生徒がいて、もう何百人と見てきた中で、みんなが、すごく熱心に日本語を楽しそうに勉強してくれているから、私もどんどんみんなに教えたいな、ここで教えたいな、もっといい教育をと思えているんだろうなと思っています。もうね、2024年の1年は、大変だったなと思いますね。なんか責任も増えたし、学校内のクラスも増えましたし、生徒もものすごく増えました。本当に大きくなってきていて、いろんな責任を感じています。私がやる気をなくしてしまったら、今の生徒たちは本当にいい教育を受けられなくなってしまったりとか、リアルで、この現実社会というか、オンラインじゃなくオフラインで教えるっていうことの、経験の貴重さ、かけがえのない時間を生徒たちと過ごしているんだなっていうふうにも思いますし、これからもそのかけがえのない時間、かけがえのない、場所っていうのをどんどん大きくしていかないといけないなと。これがインドネシアのためにもなっていると思うし、もちろん日本のためにもなっていると思います。今ね、僕が頑張れば頑張るほど、インドネシアと日本の未来がね、どんどん明るくなっていく。愛知県にも本当にたくさんの生徒がいているのでね、いつかね、また来年再来年日本に帰った時に、日本中に自分の生徒がいると思うと、ワクワクしますよね。そこでもし成長した生徒を見れたらと思うと泣いちゃうかもしれないなと思ったりとか、本当に今は素晴らしい仕事をしているんだなと感じています。2025年の目標、どうしようね。2025年の仕事生活の目標は、まず一つ健康ですよね。健康第一。心も体も健康な状態で過ごすことが第一だなと思っているし、自分が元気に頑張っていかないと、生徒、見ている人たちもそうだし、実際に会っている人たちもそうですけど、頑張ることができないと思っているので、まずは自分の体、健康を大切にして1年間過ごすと。もう一つは、どんどん自分が教えられることを増やす。それですね。本当にもう毎日日本語の勉強です。自分が全然日本について、日本語について知らないなと感じさせられていますね。簡単な文法もそうだし、N3、N2、N1 の文法もそうだし、漢字、ことわざ、あと漢文とか古文とか俳句とか、日本の伝統的なものに関しても全然知らないですよね。生徒が行く場所に関しても知らないことがほとんどなので、2025年は言葉だけじゃなくっていろんな場所とか歴史とかについても何か学んでいけたらいいなと思っています。もしね、僕に、文化とか歴史とか、なんか日本の地名とか場所について教えてくれる人がいたら、ぜひよろしくお願いします。連絡をしてくれたら非常に嬉しく思います。2025年は、まとめると、とにかく健康ですね。健康を大切にしながら、自分も勉強しながら、みんなにもっといいものを、もっといい時間、もっといい日本語教育というものを、提供できたらいいなと思います。で、その先に、みんなの
日本語学習における幸せ。日本語学習をしたから素敵な関係が築けた、素敵な人に会えた、素敵な時間を過ごせた、自分の人生がいい人生になったと思ってもらえるような一年にできたらいいなと思っています。もうそれに向けてとにかく突っ走るのみですね。はい。もう、今27歳で、3月で28歳になります。27っていうのは、私の一番好きな数字なんですね。なんで一番好きなのかはあんまり覚えてないですけど、中学校のバスケットボール部の番号が27だった。そこからですね、27がやたらと好きで、何をするにしても27っていうものを選んだり、するぐらい27が好きで、その27歳っていう1年は自分の中で大きな節目になるのかなとも思っていました。まあこの YouTube のチャンネルも少しずつ大きくなったり、パトレオンを始めたり、自分の仕事の責任も増えたり、本当にいろんなことが変わった1年だったなと思います。28歳になって自分がどんなことをしていくのか、まあ想像できない部分もあるんですけど、とにかくできることを頑張って、みんなのために、自分のためにも、コンテンツ作り、人間関係、日本語教育、自分の成長、全部頑張っていけたらいいなと思っています。ちょっとね、長めにお話をしました。ゆっくり聞いてもらえたかなと思います。難しい言葉も時々出てきたかなと思いますが、字幕もつけているので、ゆっくり聞き返しながら勉強してもらえたらいいなと思います。もう全然気にせず話したので、文法間違えたのもいくつかもう覚えてるし、これが日本人のゆっくりしながら話す時の話し方だと思ってもらえたらいいなと思います。はい。ということで、2024年は本当に皆さんありがとうございました。本当に感謝でいっぱいです。2025年、この感謝の気持ちを忘れずに、皆さんにもっといろんなものを返しながら、もっといい年にできたらいいなと思っています。2025年も皆さんどうぞよろしくお願いします。ということで、今日の動画は終わりです。ほとんど多分編集もしていない、だらだらと話している何分だろう。20分ぐらいですかね。だと思いますが、楽しんでいただけたら、非常に嬉しく思います。他の YouTube の動画もあります。パトレオンの方で私と一緒に勉強するコミュニティもあります。いろんな方法で一緒に勉強できる場所を作っていきます。どれか興味があれば、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。あなたと直接話せる日を楽しみに待っています。そうじゃなくても、コメント欄とか、普段からシェアしていただけている方、ありがとうございます。これからも皆さん、いろんなコメントをしてもらえたら本当に嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。今年もよろしくお願いします。バイバイ。ありがとうございました。